はスピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの会員先生術師新海真希です。さて今日は金星逆行のテーマです。2025年3月の2日からお羊座で金星が逆行を開始します。金星逆行っていうのはとっても大きな出来事。水星の逆行とはもうその影響が全然違うということで今日はそのお話になります。まず金星逆行っていうのはあなたの楽しみ、愛、喜びのところにブレーキをかけちゃうんですね。だから大問題なんです。ちなみに今回の逆行は4月の13日まで続きます。そして3月の27日には魚座へ移動するんですけれども、3月ほとんどの間ですね、結局はお羊座で金星が逆行するということで、その影響がどこに入るかっていうのはとても分かりやすいです。なので、12星座別に金星の逆行中どんなことが起こるのか、それから、どんなことに注意すればいいのかっていうところですね、その対策もひっくるめて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それから、記事でね、読みたい方はブログの方でも内容を書いておりますし、それから毎週金曜日の朝ですね、インスタライブで、先生術やマニフェステーション術についてお話ししてますので、ぜひそちらもご覧ください。さて、どこまで言いましたでしょうか。まずですね、この期間、社交、趣味、恋愛、楽しみっていうところにおいて、すれ違いとか衝突、それから逆行というのは過去のネガティブなパターンの再来といった出来事は起こりやすくなります。で、さっき言った水星と分かりやすくすると、水星逆行との違いは、水星は9時から5時までを担当してるんですね。学生さんだったら9時から3時まで、オーストラリアだったら3時までなんですけど、の間、どうしてもやらなきゃいけないこと、自分の今の仕事、その年代でやるべきこと、学校、学び、社会的な責任、会社に行くなどのに関することを領域として担当していきます。お母さんたちだったら子育てっていうのもやっぱりやらなければね、誰もやってくれないから本当はね、仕方なくでもないか、楽しみながらやってるわけですけど、私も子育て、最初はしんどかった。だけど、コツをつかんでから楽しくなりました。とにかく、その自分の時間じゃないわけですね。それが水星の場所なので、そこで逆行が起こっても、例えばどっちみちストレスフルなところ、学校の勉強、やりたくてやってる人もいるけれども、仕方なくやってる人も多い。なので、そこでなんかもともとストレスのあるところで逆行が起こったり、トラブルが起こったり、何かが滞っても、またかで OK ですね。ところが、金星の逆行はプライベートです。金星は5時以降なんですね。そうすると仕事でどんだけストレスがあっても趣味を楽しむ時間だったり、推し活する時間だったり、友達と飲みに行って発散したり、恋人とデートしてほっこりしたり、そういう喜びや癒しに関わる時間なのに、そこのところが逆行して停滞してトラブルに見舞われる可能性がある。ということで、ちょっと準備をしておいた方がいいですよねということです。で、ここでオーストラリアの私の先生術師仲間の間では、金星逆行に備えてこんなものを用意するといいと言われています。1つ目、テディベア。悲しい時に抱きしめる。2つ目、チョコレート。人生に甘さが必要と思います。甘いもの控えている人も金星逆行の間はしょうがないと思います。自分に甘くしていいんじゃないかな。美味しい甘いものをいっぱい食べてください。それからティッシュボックス。もちろん涙がいっぱい溢れます。鼻水を拭くティッシュが必要です。そして最後は信頼できる友達の電話番号。もちろん話を聞いてくれる人が必要です。ということで、さらにこれはみんなに影響することなんですけれども、12星座別にもう少しプラスアルファで特にここ気をつけてというところと解決策というか対策ね、お話ししていきます。まず、お羊座にとっては、まさにそこの領域で逆行が金星が逆行するわけです。で、ちなみに3月中盤になると、水星も逆行します。水星もお羊座で逆行します。なので、
プラスアルファで水星の逆行のテーマも重なってきます。それはまた水星逆行の別動画で上げていきたいと思います。まずはね、この金星逆行。それは自分の行動パターンとかアイデンティティとか、そういう場所で逆行するので、自分らしさっていうのが分からなくなったり、行動パターンが乱れたり、なんからしくないあなたになってしまったり、やる気が空回りする。で、自分の成長を保たれるような出来事っていうのも起こります。それは過去の失敗のパターンと同じことがまた起こったりもします。なので、この期間はお羊座の人はとにかく焦らず、まずなぜ自分はそうしたいのかっていう自分のモチベーションを見つめ直すということが大事。それから今すぐ決断しないっていうことが大事ですね。答えは逆行明けにクリアになっていきます。お牛座にとっては、とてもこう見えない領域のところで起こる逆行ですので、なんか心のもやもやとか不安が増えます。で、現実逃避をしたくなったり、感情が非常に揺れやすくなります。なので、この期間は瞑想を多めにするとか、セルフケアに専念するとか、あとは混乱時期ではありますので、抱え込まずに人に相談するのがいいですね。双子座。双子座にとっては、双子座はずっと絶好調と言われている中でですね、この、逆行の影響というのは、未来に対しての計画とか、そういうものに対して起こっているので、一旦未来のビジョンをもう一度見直すとか、そういうことが起こってきます。見えにくくなってるので、なので、でも見なきゃいけない、未来のビジョンというのは。なので、慎重に見えにくいけど見ていくということが大事です。それから人間関係の変化ということも起こっていきますね。コミュニティ内の中で自分の役割っていうのをより果たしていこうとする力っていうのも増えて、そのきっかけみたいなものも増えていくんじゃないかと思います。で、これによってですね、これもやっぱり今すぐ未来を決めなくてもいい、今できることに集中するっていうのがいいと思います。そして今こそ本当に共鳴できる、仲間とのつながりを強くしていくっていうことに集中するのもいいですね。蟹座、使命、仕事、そこでなかなか評価が得られにくいなと感じるかもしれませんし、逆にその仕事を今まであまりこう真剣にやってこなかった人は、それをもう一度やらざるを得ない状況になっていく、っていうことも考えられますね。で、社会的な立場に対しては、そうやってより目立つ、隠れてた人もやらなきゃいけなくなってくるので、ちょっと不安になっていくこともあるかもしれません。それから頑固になりすぎると人とぶつかる時でも蟹座あるので、柔軟に行きましょう。対策はそれもそうなんですけど、自分がやっぱり仕事を、社会的使命っていうものをやっていきたいというモチベーションを自分で再確認するのが、大事ですし、とにかく柔軟であることが対策です。獅子座、精神的な迷いがとても生じます。で、旅行とか学びとかの計画がちょっと狂いやすい時ですね。で、自由を求めすぎるとより不安定になります。対策としては、まず何でそれをやりたいのかを問いただして、計画がちょっとずれても、それのなぜのところにつながるようなものだったら置き換えが可能ですから、そんなふうに柔軟に考えてみてください。それから新しくただただチャレンジし続けるよりは、過去の経験を生かすということに集中するのも対策方法です。乙女座、お金のトラブル、起こしやすいです。貸し借りとかね。それから深い執着がまだあったっていうのが浮上しやすくなります。人間関係の中でコントロール欲が自分が強くなるっていうこともあるかもしれません。対策は手放し。これ必須です。手放すことを意識するですね、コントロール権を。それから無理にコントロールしない、流れに任せてみるというのがいいのではないかと思います。天秤座は、パートナーとのすれ違い、主に恋愛関係だったり夫婦関係ですね、価値観のズレということが起こっていきます。それから、それによる、ストレスですね、個人的なストレスっていうのも強くなってきます。それによって何か人間関係の中でうまくいっていたものが、それが停滞したりすることによって人間関係の大切さに気づいていったりするかもしれませんね。これは今すぐ答えを出そうとしなくって、それなりに流れにそのまま乗ってみて、そして
自然に解決されていくみたいな、ことを期待した方がいいわけですね。逆行中ですから、コンフリクトっていうのは起こりやすいですから、喧嘩は絶対しない方がいいですね。そして本当にやっぱり今まで自分を助けてくれたパートナーのいいところとかね、そういうところをあえて思い出してみるっていうのもいいかもしれません。さそり座、仕事の進み具合がちょっと悪くなってミスが増えたり、あと健康面での不調っていうもの、特に精神的なストレスなんかもあるところです。それからなんか細かいことがすごい気になりすぎてしまうというトラブルはあるかもしれませんが、対策は完璧を求めないこと、自分にも相手にもですね。それから無理なスケジュールを避けて、体調の管理、たくさん寝ることがとても大事です。いて座、恋愛のトラブルが起こりやすい。でも、トラブルだけじゃなくて、過去からの流れも強いので、復縁とかね、昔の元彼とか、そういうものとの関係がもう一度再浮上してくるなんてこともあるかもしれません。それからなんかいつもは楽しい趣味の時間がなんか楽しめないとか、クリエイティブな創作意欲がわからないとか、自己表現がうまくいかないということもあるかもしれません。対策は無理に楽しもうとせず、自分が本当に楽しいことを再確認していけば大丈夫です。恋愛は焦らず、過去を振り返ったりする時間も持つといいですね。ヤギ座は家族とか身近な人との衝突やトラブル、それから過去の問題がそこで、家族の問題で再浮上したり、過去の感情が蘇ったり、家そのものに対する問題、引っ越しとか契約も起こりやすいですね。対策としては感情っていうものは、相手にぶつけないようにして浄化していくっていう意識を持つといいと思います。家族だからって言って何を言ってもいいわけではないっていう感じですね。それからやっぱり本当に大事なわけですから、家族っていうのは感謝の気持ちをもう一度思い出してみる。水亀座は人間関係のすれ違いや誤解が起こりやすいですね。ちゃんと言ったつもりで相手に伝わらなかったりということもあるかもしれません。こういうのはちゃんと伝えても、相手が聞く気がなかったり、読解力がなかったりすると誤解が生じるっていうことは普通でもあるんですけれども、特にこういう時はやっぱり起こりやすいので、いつもより多めに説明するのかな。わからない時には、わからない受け取る気がない、こういうふうに受け取りたいという人にはいくら説明しても伝わらなかったりするものですけれども、でも努力はした方がいいかなと思いますね。移動や旅行のトラブルも多いですし、情報過多でなんか情報を間違ってこれも自分も間違って吸収して混乱してしまうこともあるかもしれません。なので対策としては大事な話は本当に控えるか今はしない。学び直しのチャンスと捉えて過去の知識っていうのも見直してみるのがいいのではと思います。魚座ですね。物欲がちょっと爆発して無駄遣いをしがちだったり、収入とか財政の管理ミスが起こりやすいので、お金を支払いをするときとか、ちっちゃなビルでも、電気代でも、一応ちゃんと見直して、合ってるかどうかってから払ってみるようにしてください。で、自分の才能とか自分の価値観にちょっと疑問を持つっていう人も出てくるかもしれませんが、対策としては、まずお金はとにかく衝動買いを控えて、払うときにはビルを確認する。それから自分が本当に大切にしたいものっていうものを見極めて、それがあるならばいいじゃないっていうふうにして自分の価値をもう一度、認識していかれるといいのではないかと思います。金星逆行の時期ってね、全体的に本当に大切なものっていうのが逆に言うと見えてきたりするんです。調子がいい時は、寄ってきても、悪い時にはいなくなる人間関係もあるじゃないですか。逆に金星逆行の間は、辛い、しんどい、涙流れるような感じ、自分自身も。でもそこで一緒にいてくれた人、そこでね、離れないでいてくれた人を大切にしましょうという意味でもありますので、そんな風に捉えるといいと思います。皆さんもよかったらコメントで自分の星座に関して何か質問とか感じることがあれば、ぜひコメントをください。最後にセプタグラムの1枚引きです。じゃん。あ、カイロンだ。こんな時にやっぱり出てる。カイロンっていうのは Wounded Healer。傷ついたヒーラーというギリシャ神話の神様でたくさんいろんな傷を負っています。でもそれによって傷を負ったからその傷を治せるように一生懸命自分で学んだわけですね。そして成長した。だからたくさん傷ついた経験がある人ほどやっぱりたくさん
成長しているし、ソウルも古い人が多いですね。なので、この金星逆行期ですね、なんとなくこういうインターネットも通してですけど、いろんなところでこうつながりながらですね、自分の傷を癒せるように、自分に自信が持てるように、自分のことを大好きになれるように、そういう情報をね、私も提供していきますので、カイロンが出ましたんで、カイロは結局先生になった人ですから、皆さんも傷ついて終わるんじゃなくて、傷を癒して、その傷を癒すマスターになっていく、そんな心構えで金星逆行期を過ごしてみてはいかがでしょうか。素敵な金星逆行期を。